にちは、書道家のしおりです。今日は創作書道の始め方という内容で動画をお伝えしていきたいと思います。なぜ創作書道を YouTube でお伝えしようかと思ったかの理由なんですけれども、私は時々ワークショップを開催しているんですが、その中で参加者の方に創作書道にチャレンジしていただいたりしているんですね。そうすると皆さん本当に楽しそうに書いていただいたりとかしているんですが、その姿を見ているととても嬉しく思ったりしています。そして私自身も創作書道に出会って表現の幅というものがかなり広がったので、その経験から皆さんにもお伝えできたらなというふうに思いました。でまずその創作書道なんですけれども、それは感性の赴くままに今まで積んできた鍛錬の技術を使って他の人の書いた手本などは見ないで独自の作品を制作することが創作書道になります。少し言葉で言うと分かりにくかったり難しく感じるかもしれませんが、つまり創作書道は楷書などの決まりにとらわれずに書いていいというものになるんです。楷書というのはとても決まりの多い書体なんですね。点を打つ位置だったり線の引き方、止めとか羽、あとは払いなどの角度、横線や縦線がある場合はその線と線の間隔まで字の形に決まりというものがあります。その決まりを変えてしまうと何か違和感を持ったりとかバランスが悪いなというふうに感じたりとかするんですよね。ですが創作書道はそういった決まりを取り払って自分の自由な発想で書くことができるものなんです。ですがそう聞くと逆に難しく感じたりするかもしれません。この動画ではすぐに試せるちょっとした筆の使い方や書く時のコツなどもお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。では創作書道を始める時の流れなんですけれども、ここでは5つに分けて説明をしていきたいと思います。まず1つ目が書きたい言葉を決めること。2つ目が表現方法。これは書体だったり書風を決めること。3つ目が構成を決める。4つ目、用具・用材を決める。5つ目が書くという順番になります。では1つ目の書きたい言葉を決めるというところ、その書いてみたい漢字、その字を決めるということなんですけれども、例えばこれは純粋にその漢字の形が好きっていうことでも OK です。その他には決意だったり目標とか自分の気持ちを表す字なども選んでみると書いている時のモチベーションなどにもつながりますので、その方法も良いかと思います。そして2つ目が表現方法になります。これは、書体や書風を決めるということになります。書道で書かれる書体というものは、ここで、例に出している山という漢字なんですけれども、一番左から楷書、行書、草書、一番右はこれは隷書になります。これは書道辞典から引用したものになります。一つずつ簡単に見ていきたいと思うんですけれども、まず一番左の楷書ですね。これは見ていただいた通り、一画目の縦線の両側の間隔、これが同じですよね。このように楷書というのは間隔だったりとかに決まりがあるので、臨書するときにはこれを守りながら書いていくというところがポイントになります。そしてその隣の行書になりますと、動きというものが出てきますので、先ほど楷書でいうところの一画目の両端の間隔が同じというところに違いが出てくると思います。左側が狭くて右側が広く感じると思うんですけれども、そのような形で、バランスが変わってくるんですね。そしてその隣の草書になりますと、楷書の時はまっすぐな線しかなかったというところが、草書になると曲線の線が生まれてきます。パッと見の印象からすると、楷書の時の山というのは四角いイメージだったのに、草書になると丸のような形に見えるというところも面白い点になるんじゃないかと思います。そして一番右側の隷書なんですけれども、隷書は特徴としては横に潰れた感じになるんですね。こちらの山も一見楷書と同じような種類に見えるかもしれませんけれども、
楷書に比べて縦が短くて横が長いというところがあると思います。このようなバランスが隷書の特徴になります。このようにですね、書体によってかなりバランスだったり線の質だったりとかが変わってくるんですね。ですので漢字を決めたらこのように書体見本を書道辞典だったり、もしくは今ですとウェブで検索をしてみるといろんな書体の文字が画像で見られると思いますので、その中から書いてみたいな、面白いなというふうに思った字形を決めてみるというのがいいんじゃないかなというふうに思います。そして書風を決めるということなんですけれども、この書風というのは例えば同じ字を書いても仕上がりというのは人それぞれ違うと思います。そのように、どのような趣で書くのかということが書風になるんですね。ですので、例えば強い線を描くだったり、それに対して柔らかい線を描く、そのどちらでいくのかということになります。詳しいことは後半の書くコツの中でもお伝えしていきたいと思います。そして3つ目の構成を決めるということです。この構成を決めるポイントをここでは3つお伝えしていきます。1つ目がその書体で書かれている字形の中で一番特徴的な箇所を見つけるということです。先ほどですね、まず漢字を決めて、その書体の中で自分がいいなと思ったものを決めるというお話をしたと思うんですけれども、その書かれている字の形の中で一番特徴的なところがどこなんだろうというところを見つけるということですね。で、その特徴的な箇所を誇張するのか、それとも逆に誇張せずに違うところにポイントを持ってくるのかだったりとか、そういった発想につなげていくということになります。そして2つ目が曲線的なのか直線的なのかというところですね。その決めた字がどっちなのかといったところを観察していって、実際に自分が書くときどうするのかを決めるということになります。最初は曲線的な感じであれば曲線的なところからスタートしていくのがスムーズかもしれません。で、徐々に発想を広げて逆をやってみようとか、そういったことで仕上げていくという流れになります。で、3つ目が大きく書くか小さく書くかということなんですけれども、これは例えば半紙に対して半紙いっぱいに大きく書くのか、それとも半紙に対して小さく書いていくのかといったところも決めてみるポイントになります。続いて4つ目が用具、用材を決めるということですね。創作書道では墨や和紙以外も使うことができます。ですが、この書道用具の枠を超えて表現をしていく時というのは、やはりその意味合いだったりとかコンセプトといったところが重要なポイントにもなってくるんですね。少しレベルが高くなっていきますので、この動画ではまずは墨と和紙という前提でお話をしていきたいと思います。そして最後が書くということになります。いや、でも書くと急に言われても、急に書くのは難しいというふうに感じるかもしれませんので、ちょっとおすすめの方法をお伝えしていきます。まずは書体見本を真似てみるということになります。冒頭でお伝えをしたように、創作書道というのは他の人が書いたものを使わずに独自の作品を制作することになります。でしたが、やはりいきなり初めから書く、仕上げるということはできないのが通常です。ですので、まずは真似てみてオリジナルを少しずつ足していくという、そんなステップで進めてみましょう。では続いて実践編として創作書道の書くコツについてお話をしていきたいと思います。ここでは3つお伝えをします。1つ目が表現のバリエーション、2つ目が創作的な筆の使い方、3つ目がバランスについてとなります。まず表現のバリエーションです。この表現のバリエーションなんですけれども、大きく2つ方向性があるかなというふうに考えています。その1つが書的な線、そしてもう1つが書的な表現を抑えた線になります。具体的に書いたものを見ながら説明をさせていただきます。これは風という字を私が創作的に書いたものになります。ここで見ていただいたように線の中にかすれというものがあるかと思います。あと2画目の払いにつながっていく点画ですね。こ
これは細いところから払いに向かって太くなっている、そんな抑揚というものが見えるかと思うんですけれども、そのようなことを少し誇張して書いた表現になります。こちらは書道で美しいとされる線のかすれだったり、線の抑揚みたいなところを使いながら、形を解消などではなく少し崩してオリジナリティを出していくような表現方法になります。そしてそれとは反対の書的な表現を抑えた線なんですけれども、こちらもですね、風という字を書いているんですが、見ていただいた通り抑揚のない線だったり、すごくまっすぐな線があると思うんですね。特にこの1画目の線は抑揚もないですし、すごくまっすぐな印象だと思います。あとは起筆のその通常筆を入れる形ですね、そういったものもないかと思うんですね。このような表現方法をすることでモダンな雰囲気というものが出せるんです。ですので、こんな方法も一つ参考にしていただければなというふうに思います。そして創作的な筆の使い方なんですけれども、先ほどご覧いただいたような書的な表現を抑えた線の書き方なんですが、これは直筆と側筆というもの。直筆というのは筆を紙に対してまっすぐに立てて字を書いていくという方法になります。そして側筆というのは筆を少し寝かせて筆の腹を押し当てるような形ですね。そんな書き方になります。でここで一点お伝えをしておくんですけれども、この側筆というのは通常の書道の中でも使われるような技法の一つだったりもします。ですが古来から少し嫌われていたとされて、基本的に書の線としては悪い線というふうに考える方もいらっしゃいます。ですのでちょっとそのあたり、混同しないように、ここでは創作的な表現の一つとしてお伝えをしていきたいと思います。では直筆と側筆の動画を撮りましたので、こちらでご覧いただければと思います。筆を紙に対してまっすぐに立てます。そして線を引いていくと、こんな形で抑揚がなくまっすぐな線を引くことができます。そして側筆なんですけれども、筆の腹の部分を使って書いていきます。少し筆を寝かせて腹の部分を押し当てるような感じですね。このような筆の使い方をすると表現の方にも変化が生まれますので、参考にしてみてください。はい、3つ目がバランスについてとなります。不安定な安定ということなんですけれども、例えば金という漢字があると思います。ここでちょっと動画を見ながら説明をしていきたいと思いますが、金という字は左右対称の字になるんですね。見ていただいた通り、左払いと右払い、そして中の横線と縦線も左右対称に見えるかと思います。この左右対称で安定感があるというところを不安定に崩していくということになります。例えばこのように左の払いを短くして右の払いを長くする。そして反対に左の払いを長くして右の払いを短くしてみる。そうすると中の縦線と横線のバランスも変わってこないと安定感が取れなくなってくるんですね。そして最後は上の払いを思い切り短くしてみるということですね。このように不安定に最初の字から崩していく、不安定にしていきながら全体として安定感をとっていくということになります。感覚的なことにもなりますので、最初からそのようなことができる方がいらっしゃるかもしれませんし、ちょっと難しいなと感じる方もいらっしゃるかもしれません。ですがこれは
書いてみながら、ちょっとバランスが悪いなと思ったら、じゃあここの点角を変えてみようっていった形で改善を繰り返していくことによって仕上げることができますので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、では、最後に実践編として今年の干支である辰、この難しい方の辰という字ですね。この字を書いていきます。2つ書いたのですが、まず1つ目は行書を崩して書いていきたいと思います。行書を元にしていますので、どちらかというと書的な表現方法になります。見ていただいた通り、線の中にかすれが生まれています。右の作りの払いにつながる点角ですね。ここにちょっと強さを持たせたようなバランスに仕上げました。続いて2つ目の辰という字なんですけれども、こちらはどちらかというと書的な線を押さえて筆を寝かしたり立てたりしながら書いています。バランスとしては右の作りの部分を強調して書いてみました。先ほどの辰より少しモダンな雰囲気が感じられるのではないかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。創作文字を始める流れだったりとか、動きを出すための筆の使い方のコツなどを紹介させていただきました。表現というものに正解不正解というものはありません。書道をやっているけれども創作書道をやったことがないだったりとか、書道に壁を少し感じている方などは、この動画をきっかけに書道の時間を持っていただけると嬉しいです。またこのような書道の講座だったりとか、書道家としての活動に関連する動画だったりとかを今後も出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。